カンバラを聞こう。皆さんこんにちは。안녕하세요。ふうかです。11月最後の放送ですね。今週は木曜日から12月に入りますので、歌のテーマが変わります。今年最後の月は冬ドラマ OST ということで、皆さんからリクエストいただいたドラマの OST の曲と冬の曲を中心にお届けする予定でございます。さて、先日10月に受験したトピックの結果発表がありまして、今回はその結果を公開するトーク会でお届けしたいんですが、まず最初にリスナーさんからのメッセージを紹介します。なんと今回すべて韓国語でメッセージをいただきました。なのでいつもの歌詞紹介のように1文ずつ韓国語のメッセージを読んで、その後日本語訳をするという形でメッセージを紹介させていただこうと思います。なんか某語学教材みたいな感じになりそうですね。ラジオネームなりさんからいただきました。ふか님 안녕하세요。ふかさんこんにちは。항상 재미있게 간바라를 듣고 있습니다。いつも楽しくカンバラを聞いています。원래 제가 좀 아이돌을 좋아해가지고もともと私はアイドルが好きでして한국어를 공부하고 있어서 드라마도 많이 보는 편이거든요。韓国語を勉強していてドラマもたくさん見る方なんですよね。여러 가지 보면서 저도 옛날 감성이 있는 노래도 좋아하기 때문에 슬기로운 의사생활도 완전 빠져버렸어요。いろいろ見ていて、私も昔の雰囲気を感じる歌が好きなので、賢い私生活にもすっかりハマってしまいました。이 드라마에 창기식 이야기가 나오잖아요。このドラマに臓器移植の話が出てくるじゃないですか。그걸 보면서 일본에서는 장기이식을 할 수 있는 경우가 적다고 들어봤는데 사실은 어떨까? それを見ながら、日本では臓器移植ができるケースが少ないと聞いたことがあるけれど、実際はどうなのかな? 그런 생각이 들어서 팟캐스트 사이트에서 장기이식이라고 검색해봤는데요。と思ってポッドキャストのサイトで臓器移植と検索してみたんですよね。그때 찾은 방송이 흑가님과 유카님이 하시는 조이조이 라이프였어요。その時見つかった番組が風花さんとゆかさんがされているジョイジョイライフでした。너무 재밌어서 다른 애도 들어보니까 흑가님이 한국어 하시고 슬기로운 의사생활 이야기도 하시고 정말 깜짝 놀랐어요。とても面白くて他の回も聞いてみたら、風花さんが韓国語を勉強されていて賢い医師生活の話もされていて本当に驚きましたという前半部分ですね。まずありがとうございます。ジョイジョイライフの臓器移植の回も聞いてくださったんですね。この話に少し触れておくとですね、先進国の中で日本は臓器移植の件数が圧倒的に少ないという現状があるんですよ。で、一方の韓国では1999年に臓器移植法が制定された後、着実に件数を伸ばしてきて、今や肝移植ですね、肝臓の移植、生体肝移植と脳死後移植っていうのがあるんですけど、それ両方合わせて日本の10倍近い件数で行われているという現状があります。韓国は人口が日本の半分なのに肝移植の件数が10倍っていうことなんですね。なので賢い私生活のドラマの中でイクチュン先生があれだけ忙しかったっていうのはもうその通りなんです。肝移植の件数がすごく多いんですね。で、これは韓国の文化に沿った形で臓器移植法の改正が行われたことや、地道な啓蒙活動の結果、このように件数が伸びたというふうに言われています。実際このドラマ賢い私生活も臓器移植の啓蒙という意味合いで作られている部分もあると私は考えているんですね。
でドラマの中でも臓器移植の優先順位の話ですとか、あとはコノスっていう韓国の臓器移植の機関が出てきたり、そのルールについても語られていましたよね。家族間の生体間移植、そしてドナーの同意の問題、子供同士の臓器移植、友人間での臓器移植などがですね、ストーリーの中で自然に語られていて、そういう面でも非常に教育的なドラマだと思いますね。ぜひ日本でも移植医療をテーマにしたドラマを作るといいと思うんですよね。結構コードブルーとかは医療監修もしっかりしてて教育的なドラマだなと医師が見ても思うので、きっと日本でもハイレベルな医療ドラマ作れると思うのでね、ぜひね、賢い私生活をリメイクしてほしいと思いますね。では後半部分に行きます。의사 선생님 해주시는 의료 드라마 이야기도 상세하게 해주시는 가수분들의 이야기도 너무너무 재밌어요. 医師が話してくださる医療ドラマの話も、詳しく話してくださる歌手の話もとても面白いです。특히 이런 발라드 가수 이야기를 해주시는 분이 별로 없는 것 같아서 아주 좋아요. 特にこのようにバラード歌手の話をしてくださる方はほとんどいないのでとてもいいです。 그리고 흑가님 노래도 목소리가 너무 아름답고 힐링이 되고 있고요. そしてフーカさんの歌も声がとても綺麗で癒されます。 캄바라도 조이조이 라이프도 앞으로도 재밌게 듣겠습니다. 캄바라も 조이조이 라이프もこれからも楽しんで聴きます。 마지막으로 항상 이런 좋은 라디오를 고맙습니다. 最後にいつもこのようにいいラジオをありがとうございますということで、ナリさんありがとうございます。ナリさんがね、韓国語でメッセージを送ってくださったので、私も少し韓国語でお答えしますと、ナリさん정말 한국어 잘하시네요。本当に韓国語がお上手ですよね。이렇게 다양한 표현을 쓰고 한국어로 긴 문장을 쓸 수 있게 될 때까지는 많은 노력이 필요한 것이 저도 알고 있으니까 정말 대단하시네요. これだけ多様な表現を使って韓国語で長い文章が書けるようになるまでにはたくさんの努力が必要なことが私も知っているので、とてもすごいと思います。 앞으로도 우리 서로 열심히 공부합시다。 これからもお互い勉強を頑張りましょうねということで、さらさらと音読してメッセージを紹介したように聞こえたかもしれないんですけれども、これね、正直に申し上げるとめちゃくちゃ練習しましたし、あと編集の力です。噛んでるところをカットしてるのでね、さらさら聞こえてるだけですよ。こんなに上手にはなかなか続けては私も読めないです。韓国語の先生にお手本の朗読をしてもらって、それを録音してですね、何度も聞いて練習しながら今収録しているところでございます。いつも放送の最後に日本語でも韓国語でも大丈夫ですというふうに言っておいて、実際に韓国語でメッセージをいただいて焦るっていう事件だったんですけど、いや、全然大丈夫です。本当にありがとうございます。こうして音読練習をねするっていうチャンスをいただけるっていうこともとてもありがたいですね。曲のリクエストもそうなんですけれど、自分では選ばないだろう曲に挑戦するチャンスにもなるので、本当に日々リスナーさんのおかげで成長させていただいております。メッセージをくださったナリさんはもう韓国語を自由に使いこなしていらっしゃるレベルですが、こうして積極的に韓国語をアウトプットする姿勢が本当に素晴らしいと思いますね。以前ジョイジョイライフで語学勉強法の話をしたことがあったんですけれど、特にね、日本人は全体的な傾向として完璧にできないと語学ができるって言っちゃいけないみたいに気負ってしまう方が多いように思うんですよね。実際私も以前はそうだったんですよ。大学院生の時は英語で論文を書いて英語で学会発表していたのに、自分よりももっと英語が上手な人と比べてしまってですね、私全然英語できないなって思ってたんですよ。で、このできないっていう気持ちが今できてないからもっと頑張っていこうっていうエネルギーに変えられるならまだいいんですけど、
私の場合は英語コンプレックスみたいになっちゃったんですよね。できないからもうやりたくないみたいな感じで、そうなると楽しくないですから、英語で話すことも億劫になって、英語での会話をなるべく避けるみたいな悪循環になってっちゃったんですよ。で、私の場合は意外にも韓国語を勉強したことでこれが解決されたんですね。で、韓国語は私にとって第二外国語だったので、最初全然わかんないわけですよね。単語も文法も知らないし、ハングルも読むのにすごく時間がかかるっていう期間が長かったわけですよ。で、それでふと、あれ？英語も外国語だから最初はこれぐらい読めなかったはずだよなっていうことに気づいて、ハングルに比べると英語はもうずっと早くね理解できてるっていうことに気づいて、あれ私意外と英語できるのかもって思ったんですよね。で、それがきっかけで徐々に英語コンプレックスが解消されていったんですよね。単に韓国語がわからなすぎて逆に英語に自信が持てたみたいなきっかけになったんですけど、そうやって心の持ちようが変わると恐怖感がなくなってですね、英語も自然と口から出るようになってきたっていう経験があるんですよね。なので私の韓国語もまだまだ発音も抑揚も不自然な部分が多々あるんですけれども、もうこれはね、番組をやりながら上手になっていけばいいかなっていう気持ちで日々取り組んでいます。勉強を続けていれば必ず知識は増えていきますし、中断したとしてもまたそこから始めれば伸びていけるので、勉強のペースもレベルも人それぞれでいいと思うんですよね。もう語学勉強をしている時点ですでに素晴らしいっていうことでですね、自己肯定感を高めで語学学習をしていきたいと思いますね。そして10月に受けたトピックの結果、こちらが先日出たんですが、合計が225点でですね、6級の合格基準というのが230点なんですよ。ここに5点足りなくて、今回も5級の判定でございました。6級にはちょっと今回届かなかったんですね。で、この内訳がリスニングが84点、読解が88点、作文がね53点だったんですよ。で、正直受けた時の手応えは私6級届いただろうなと思ってたんですよね。でも自分で思ってたよりもちょっと作文の点数がだいぶ低くて20点ぐらい低かったんですよ、想定してたのより。で、前回2019年に5級を取った時はリスニング62点、読解78点、作文61点だったんで、リスニングと読解が大幅に伸びたにもかかわらず、なんと作文の点数が結構下がってるっていう結果だったんですよね。で、私はもともと作文はね得意な方なんですが、前回2019年に受けた時はまだ全然韓国語の能力に余裕がなくて、もう典型的な文型の繰り返しでしか書けなかったんですよ。で、それに比べると今回は文法も表現も明らかに多様には書けたんですけど、ちょっとね自分の意見ばっかり論理すぎたのがいけなかったかもしれないですね。なんかもうちょっとテーマに沿った感じで書いた方が良かったのかなっていう反省点はあります。で、一方のリスニングと読解はですね、今回 85% を目標にしていたので、それが達成できたというのは良かった点ですね。特にリスニングは前回から20点以上点数が伸びているので、このあたりは勉強の成果を感じることができました。そしてトピックの読解はですね、とにかく量が多いという特徴があって、素早く韓国語を読める能力が必要とされるんですが、2019年に受けた時はもう最後10問ぐらいほぼ手つかずだったんですよ。なんでもうロト6状態っていうかもう全然読まずに適当に塗ったような問題もそれなりにあったんですね。なのでこの前に取った78点っていう点数はいい加減に塗ったところも多分まぐれ正解してての78点なんで、実際の実力はもっと低かったと思うんですよね。それで6級取れるっていうところまでかなり高い壁を感じてたんですけれども、今回は一応すべて一通り文章を全部読むことができて、で得点も88点ということでですね、こちらもまぐれで当たってるところがないっていう点でも今回はちょっと伸びを感じております。で、次ね、来年度いつ受けるかっていうのはまだ決めてはいないんですけれども、今度トピックを受けるときはリスニングと読解で90点以上取れるっていうところを目指したいなと思ってますね。で、今回ちょっと作文が
やっぱり点数が安定しないっていうことが分かったので、作文の点数が悪くても6級に合格できるっていうレベルまで、リスニングと読解をとにかく高めていきたいなというふうに思っております。そんなわけで今回はね、6級には届かなかったんですけれども、まだ勉強を続けてですね、今後もレベルを上げていきたいと思います。また概要欄の質問箱からメッセージや質問、リクエストなどぜひ気軽に送ってください。日本語でも韓国語でも大丈夫です。 YouTube の方もよろしくお願いします。ではまた次の放送でお会いしましょう。さようなら。